こんにちは、走り屋友の会です。時にライトマニアの皆様は、懐中電灯を購入する時の選定基準として、推しとなる特定のライトメーカーや、特定のモデル、あるいは、推しとしている LED など、私独自のこだわりポイントなどは、ございますでしょうか？例えば、どちらも自身の理想とするようなモデルが、ライトメーカーから、製品として販売されているのであれば、これほど嬉しいことはないと思いますが、長いこと、ライトマニアをしていると、ここがこんな仕様だったら、もっと良かったのに、と思いながらも、購入を決断するケースも多々あるかと思われます。今回は、おそらくそんな不満点の要素の一つとも思われる、純正状態の搭載素子の問題を、少しでも解消して、より理想の懐中電灯に近づけてみようということで、私が普段行っている、LED 交換の作業方法などについてを、紹介したいと思います。もし、皆様の方でも、このライトの、ここがこうであれば理想の一本なのに、などという、あと少しかゆいところに手の届かない、実にもどかしいライトをお持ちの方がおられましたら、こっそりコメント欄などで、教えていただけましたら嬉しいです。なお、実際に作業するにあたり、皆様の、普段お使いのツールや、ライトによっては、多少異なります部分も出てくるかと思われますので、その点は、適宜読み替えて作業していただけましたら幸いです。さて、本題の方になりますが、昨今の、いわゆるハイパワー LED を搭載しております。ごく一般的な形状の、フラッシュライトの LED を交換しようとする場合、大きく分けて、2通りのパターンになるかと思います。まず一つ目は、この方法で対応可能であるならば、比較的簡単な方法で、交換を行うことが可能となるケースになります。こちらは、ライト本体に搭載されております。MCPCB ごと、搭載 LED を交換する方法で、一部のメーカーライトや、積極的に汎用部品を採用しているライトなんかには、特に有効な場合が多いと思われます。前提として、基板ごと交換しますので、MCPCB の厚みなどの寸法が、十分互換性のある範囲内であり、問題なく適合する場合は、有効な方法だと思います。この方法のメリットとしましては、比較的お手軽である他に、リフレクターのエミッタホール側にも適合する、異なる大サイズ用の絶縁ガスケットを持っているならば、動作電圧が同じである、他の大サイズの素子にまで、LED 交換の選択肢を広げることができる点かと思います。次に二つ目の方法は、オリジナルの MCPCB から一度 LED を取り外し、基本的にそのフットプリントの形状に対応する、同サイズの素子に交換を行う方法になります。一つ目の方法に比べ、さらに一手間ほど増えてしまい、交換先となる LED の選択肢も、場合によっては限られてしまいますが、汎用部品には存在しない形状であるため、PCB ごと交換では対応できない、メーカー独自形状の MCPCB を搭載しているライトに対しては、必然的にこちらの方法で対応するようになると思います。そうなると、放熱性能の高い、熱伝導基板上に3点でハンダ付けされた、表面実装部品の LED を外すことになるわけですが、初期状態では鉛フリーハンダも使用されていることも相まって、おそらく通常の方法では、取り外しがなかなかに困難かと思います。部品搭載時には、印刷機で基板のパターン上にペーストハンダを塗布し、マウンターで部品をその上に搭載して、そのままリフローロ2号、というのが、大雑把な流れかと思いますが、部品を取り外す際にも、リフロー用のオーブンみたいに、何らかの方法で基板全体を同時に加熱し、ハンダを溶かす必要がございます。私の普段行っております方法も、
表面実装のセオリーからは大きく逸脱しているとは思いますが、LED、リフローソルダリングなどのキーワードで、その中からフラッシュライトに関するようなものを探してみますと、フライパンや工業用ヒートガンを使用して加熱する方法、また、場合によっては直火加熱で対応する方など、様々な方法が出てくるかとは思いますので、その数ある選択肢の中から、安全で自身が失敗しない方法を取られるのが良いかと思います。ちなみに私の場合は、BC 型のくぼみ付きの小手先に少しハンダを盛り、小手のパワーに物を言わせ、ヒートブリッジ効果を利用して、PCB 裏面側から全体を同時に加熱して、LED を取り外したり、リフローハンダ付けを行ったりしております。こちらは、多少の慣れは必要ではあるものの、加減が一度分かってしまえば、難しくはないので、不要な部品等で、一度練習してみたりしてからトライするのも良いかと思います。また、PCB ごと交換する方法に比べ、ベースとハンダが必要であったり、LED の極性をよく確認してから、リフローハンダ付けを行う必要があったりと、何かと手間がかかるポイントが少し増えるかと思います。ここまで前置きがかなり長くなりましたが、それでは実際に、メーカーライトに搭載されている LED を、交換していきたいと思いますので、動画の方では、フェニックス PD35 をモデルに作業を進めてまいります。まず、現在の状態としましては、ヘッドパーツをなんとか取り外し、本機に搭載されております MCPCB に、アクセス可能になった状態からのスタートになります。これから、ドライバー出力側配線のハンダ付けを一旦取り外し、LED を交換するために MCPCB を取り外しますので、その際、少し邪魔になってしまう、メーカーオリジナル形状の絶縁ガスケットを外しました。MCPCB には、ドライバー出力側からの配線が、2本接続されておりますので、次に、こちらのハンダ付け箇所のハンダを溶かし、配線の接続を解除していきます。初めての場合ですと、本体に PCB が搭載された状態で、熱伝導基板上の鉛フリーハンダを溶かすことになりますので、小手先の温度設定や、小手自体のスペックによっては、おそらく少々溶けにくい場合があるかと思われます。もしそのような場合は、小手先に少しハンダを盛り、ヒートブリッジ効果を利用することで、多少は外しやすくなるとは思います。配線のハンダ付け箇所が外れましたら、ピンセットを使用して少し配線の形を整え、本体ヘッドパーツから MCPCB を取り外していきます。この時、某社の CPU とクーラーの密着具合のごとく、サーマルグリスがガッチガチに固まっている場合もございますので、取り外しの際には無理をせず、慎重に行うようにし、MCPCB 及び LED の損傷などには十分注意しましょう。MCPCB を外せましたら、本体ヘッドパーツ側と PCB 裏面に付着している古いグリスをきれいに除去しましょう。私の方では、用途外での使用になりますが、瞬間接着剤用のハケを使用しまして、グリスの除去作業、及び新品グリスの塗布を行っております。今使用しておりますこちらのハケの材質は、軟質なポリエチレン製となっており、先端が適度にしなりますので、PCB 搭載面の縁の部分に残ってしまっているグリスを取り除く際などにも、非常に使い勝手の良いツールとなっております。ハケの方を使用して、あらかたグリスを取り除きましたら、ウエストで PCB 搭載面を一度拭き取り、エレクトロクリーナーをごく微量吹きかけ、綿棒を使用して、グリスのコリがないように表面をきれいにします。PCB 搭載面が完全にきれいになりましたら、取り外した MCPCB の裏面の方にも、古いグリスが付着しておりますので、
こちらも同様にグリスを除去して表面をきれいにします。PCB 側に付着しておりますグリスの方も除去できましたら、次はいよいよ PCB に熱をかけて LED を取り外しますので、その前に表面のパターン上に残っている余分なハンダを、極力取り除いておくようにして、LED リフロー時になるべくそちらに熱を奪われないようにしておきます。私の方では、この作業を行う際には、PCB の方を逆動作ピンセットに加えて保持し、DC 型のくぼみ付きの小手先を使用しまして、パターン上に残っている余分なハンダの除去をしておりますが、通常通り、ハンダ吸い取り線や、ハンダ吸い取り機の方を使用しましても良いかと思います。ちなみに、私がフラッシュライト関係の作業を行っている際の、小手先の設定温度につきましては、熱伝導基板上の鉛フリーハンダを溶かしたり、PCB 自体を加熱して、LED をリフローハンダ付けしたりと、何かと熱量を要求される場面が多々ありますので、普段は少し高めの380度設定で作業をしており、スイッチ類など、熱によって変形しやすい部品を交換する際は、少し温度を下げて行っております。PCB に残っている余分なハンダを取り除きましたら、私の方法では、逆動作ピンセットに加えた PCB を、ミニバイスなどで動きにくい状態になるよう軽く固定をし、ハンダを少し持った状態の小手先を PCB 裏面に平行になるように密着させ、ヒートブリッジ効果を利用するようにして、PCB にハンダ付けされている LED を外していきます。この時、PCB 裏面に当てる小手先に、力を込める必要は全くなく、面に対して、きちんと水平に小手先を当てられていれば、動画内で行っている、16mm クラスの MCPCB であれば、約10秒程度の加熱で、表面のハンダが溶け始めることが確認できると思います。表面のハンダが溶けたことを確認できましたら、PCB が高温になっていることには十分注意をして、LED をピンセットでつまんで取り外しましょう。LED を取り外しましたら、必要に応じて、フットプリント上に残ってしまっている古いハンダも除去し、PCB が常温に戻っていることを確認した後、今度はそこに、新しい LED をリフローハンダ付けする準備として、MCPCB のフットプリント上にペーストハンダを塗布していきます。この時、パターン上に塗布するペーストハンダの塗布の仕方は、ある程度、大雑把であってもそれほど問題はなく、加熱して、ハンダが溶けた際の表面張力によって、自然とブリッジ状態にはならないようになりますので、無理にパターンごとにペーストハンダを塗り分けしなくても、経験上、特に問題はないと感じます。ただし、何事にも絶対はございませんので、リフロー後のテスターでの点灯確認に関しては、必須かと思います。ちなみに、常温でのペーストハンダの性質になりますが、独特の粘性があり、適量塗布の際には、やや作業がしにくいと感じる時がございますので、塗布の際には、先ほどの瞬間接着剤用のハケの細い方を使用して、適量を盛るようにコントロールしております。PCB のパターン上に適量のペーストハンダを塗布しましたら、LED の極性をよく確認して、ペーストハンダの上に軽く乗せ、リフローハンダ付けの準備をします。もし、適量がわからないとか不安だということでしたら、多少多めに塗布しておくことをお勧めいたします。また、LED の極性についてですが、素子の方に刻印灯がある場合、多くの場合は、それが仮想度マークであるケースが、ほとんどかと思われますが、必ずしもこの限りではない場合もございますので、使用されます LED のメーカー公式データシートを確認したり、一応、テスターを当てて確認したりすることをお勧めいたします。準備ができましたら、取り外した時と同様に、小手先にハンダを少し盛り、
PCB の裏面から加熱をし、リフローハンダ付けを行います。表面のペーストハンダが溶けましたら、今度は素子の方を真上から断続的に軽く押し、過剰となる分のハンダの追い出しをかけます。どのみち追い出しをかけて、PCB とより密着させることになりますので、先ほど、量が不安だったら多少多めが良いと述べましたのは、このためになります。また、追い出しをかける際も、力を込めて押さえ続ける必要はなく、瞬時に固まってしまうわけでもありませんので、固まるまでは、断続的に追い出しをかけ、溶けたハンダの表面張力によってセンタリングを繰り返すことで、自然と適量で密着し、パターン中央に固定された状態になるかと思います。ハンダが固まり、PCB の温度が常温に戻ったことを確認したら、テスターで点灯確認を行います。もしこの時、極性も合っていて点灯しないようであれば、PCB のパターン上でハンダがブリッジしてしまっており、ショートしている可能性が高いと思われます。点灯確認が問題ないようでしたら、リフローハンダ付けを行った際に、PCB 裏面に付着して残ってしまっているハンダと、先ほど追い出しをかけた際に、LED の横にはみ出してしまった分を、ハンダゴテ等を使用して、きれいに除去していきます。また、どちらも軽く触れる程度で取れてしまう場合もございますが、完全に固まってしまっている場合は、加熱した小手先を軽く当てるようにして、余分なハンダを取り除きましょう。私と同様の交換方法を取られる場合、PCB 裏面に残ってしまっているハンダ残りをきれいに除去できないと、PCB の熱伝導面に凹凸ができてしまい、この後、グリスを塗布して本体に戻した時に、PCB 搭載面との密着具合が著しく低下してしまい、素子の寿命を縮める原因にもなってしまいますので、指先で触れたり、平面に置いてみるなどして、必ず、凹凸がないことを確認するようにしましょう。問題がないようでしたら、次は、MCPCB をヘッドパーツの方に戻していきますので、PCB のパターン上に予備ハンダをして、サーマルグリスを適量塗布していきます。予備ハンダを行った直後は、PCB が、まだ高温となっておりますので、常温に戻ったことを確認し、新しい熱伝導グリスを塗布していきます。私のやり方では、グリス除去時と同様に、瞬間接着剤用のハケを使用し、PCB に適量持ったグリスを、塗布面になるべく薄く均等になるように、伸ばしております。また、動画内での私のグリス塗布量については、毎回少なめとなっておりますが、もし、適量が不安だという場合には、先ほどのペーストハンダの件と同様に、多少多めに塗布しておいた方が良いかと思います。若干手間とはなってしまいますが、この後、本体に戻して PCB を密着させました際に、横からはみ出した過剰な分については、綺麗に取り除けば済む話ですので、少なすぎるよりかは良いかと思います。サーマルグリスの塗布が終わりましたら、ドライバー出力側配線の極性と、PCB パターンの極性を確認して、正しい向きでヘッドパーツ内に戻しましょう。戻しましたら、グリスを塗布した面が、本体側に密着するように、上方向より軽く押すようにします。この時、ヘッドの形状によっては、指先で押し付けることが困難な、深めの形状のものもあるかと思いますが、先端の鋭利なピンセット等を使用して押そうとする場合、PCB 表面のパターン潰れによるショートには十分注意してください。先端を丸めたものや、樹脂製のものがあれば、そちらを使用することをお勧めしますが、メーカーオリジナル形状の PCB を損傷させてしまった場合、汎用部品では代用できないケースもありますので、適度な加減は必要かと思います。PCB を密着させましたら、次は配線の復旧を行いますので、
ドライバー出力側の配線の形状を、ピンセットを使用して、ハンダ付けがしやすい形状に整えておきます。準備ができましたら、先ほど、あらかじめ予備ハンダをしておりました。PCB パターン上のハンダを溶かし、配線を接続していきます。MCPCB を本体にネジ固定できるモデルであれば、そこまで気になるポイントではございませんが、本機のようにネジ固定ができないモデルの場合、この時、配線の形状をある程度しっかり整えておかないと、配線についていた癖によって、PCB が浮いて剥離してしまったりして、この後の新品 LED の空焼き点灯時にも、作業性が悪くなってしまいますので、ハンダ付け前には配線の形状をしっかり整えておきましょう。配線の復旧が済みましたら、次は実機での点灯確認、及び新品 LED の空焼きになります。ちなみに点灯確認の方は、ヘッドパーツ復旧後にも、もう一度実施するつもりですが、この、復旧後の初回点灯の際に使用します電池としては、ほぼ回路付きの電池を使用することをお勧めします。一応、理由としましては、もし組み付け時にどこかでショートしていた時に、過電流保護のない電池でそれに気がつかずに連続点灯を行った場合、さらなる部品の損傷など、被害が拡大してしまうことが懸念されますので、特に理由がないのであれば、私としては、こちらを使用することをお勧めいたします。動画の方では、スイッチ半押しで、一瞬通電させてみまして、問題なく点灯したようですので、LED の空焼きの方に進んでおります。今回のように、新品 LED を使用し始める場合、リールにパッケージングされているものは、製造時でも洗浄工程を通っていて、ある程度クリーンかと思いますが、今回交換を行う際にも、素手で触れている部分もありますので、素子表面に付着してしまっている微量な油分などを、組み付け前の開放状態の時に、加熱して飛ばしてやる必要があると考えます。こちらはあくまで私の感覚になりますが、最大光量で30秒から1分程度でよろしいかと思います。空焼きの方が完了しましたら、絶縁ガスケットを搭載し、ヘッドパーツを戻していきます。この時、ハンダ付け箇所に、つららなどの不良が出ていたりしますと、ヘッドパーツを締め込んでいった際に、リフレクターと接触し、ショートしてしまい、最悪、点灯ドライバーの破損にもつながってしまいますので、取り付け前には状態を確認するようにしましょう。ライトの方を、通常点灯が可能な状態に復旧しましたら、最後にもう一度、スイッチ半押しで、一瞬だけ通電させてみて、問題なく点灯するかどうかを確認してみましょう。空焼き時点で点灯確認が問題なかったとはいえ、油断をしていますと、最後のヘッド復旧時に、リフレクターと配線が接触してしまってショート、などということは、懐中電灯 DIY においては、割と起こりがちなポイントでもありますので、要所要所での確認は、なるべく実施するようにしましょう。以上が、ごく一般的な形状をしているフラッシュライトの、私の LED 交換作業の、大まかな流れになります。編集によってカットしております箇所もございますが、動画の再生速度は、いずれも等倍速になりますので、加減や感覚などが、少しでも参考になりましたら幸いです。いかがでしたでしょうか？内容的には、ほぼ全編にわたり、作業の説明に徹するようになってしまいましたが、さらに突っ込んだ細かい内容など、どうしても、時間的に伝えきれない部分は、まだあるように感じます。また、本編の方では、ヘッドパーツを取り外したところより、解説をスタートしておりますが、この、ヘッドパーツがうまく外せるかどうかが、非常に重要となっており、メーカーによっては品質保証のためか、
ネジロック材が塗布してあるものがあり、中にはガッチガチに固められているものもございますので、ここをうまく突破できるかどうかに左右されるところも大きいと思われます。余談ですが、先日リリースされたばかりの、最新モデルともいえるライトのヘッドを開けてみましたが、ネジロックは施されていたものの、まだ完全に固まってしまう前の、少しウェットな状態でありましたため、それほど苦戦せずに、取り外しができたということがありました。もちろん、塗布量によっても大きく左右されるとは思いますが、この辺はメーカー次第といった感じかと思います。この動画を見て、フラッシュライトの LED 交換や、懐中電灯 DIY などに、少しでも興味を持っていただけましたら幸いです。また、私のチャンネルでは、マイライトの紹介や、LED、フラッシュライト関連の、性能検証、比較動画なども上げておりますので、そちらの方も見ていただけましたら嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。それではまた次回、お会いしましょう。さようなら。メーカー独自形状 PCB を破損させてしまうと、高くつきますのでご注意を。